月収18万？ありえないんだけど、マジウケる。思わず言葉を失う。週末の合コン、会社の同僚の顔つなぎのつもりで来ただけなのに、まさかこんなにあからさまにダメ出しされるなんて思いもしなかった。派遣かアルバイトじゃないんだよね。正社員でその金額はやばくない？将来どうすんの？てか、彼女作ってもデート代とか出せなさそう。きらびやかなネイルをした遠藤と巻き髪で派手なメイクの大竹が同じテーブルの向かい側でケラケラと笑っている。目の前にはビールやカクテルが並ぶが全く喉を通りそうにない。彼女たちの軽蔑混じりの視線が突き刺さり、背筋がじわりと冷たくなっていく。すみません。ちょっと用事を思い出したんで帰ります。席を立つと遠藤は鼻で笑い、テーブルに肘をついたまま睨むようにこちらを見上げる。じゃあ割り勘分は置いてってね。私たちが損するのは嫌だから。その言葉を境に隣の大竹までが、だよね、ほんと役立たず、と囁き合う。俺は黙って財布から数枚の紙幣を出し、テーブルの端に置いた。派手に盛り上がるどころか、こんな空気になるなんて想像もしていなかった。頼りになる先輩の鈴木は、悪い、三浦、と小声で謝ってくれるが、もう一言も発したくなかった。とにかく、ここから一刻も早く立ち去りたい。その思いだけが頭を支配している。しかしその数日後、俺が会社で彼女たちの前に姿を現すと、彼女たちは顔を青ざめさせる。嘘でしょ？だってあなた、月収18万って。彼女たちの人生が転落する幕開けとなるのだった。俺は三浦拓。都内の大手企業で働く29歳の男だ。所属している部署は海外案件を扱っているが、地味な事務作業が多く、普段は目立つこともない。そんな地味な部署にいても、実は俺なりにやりがいを感じている。主に海外からの書類整理やデータ入力、報告書の構成などを担当しているが、一つ一つの作業を正確にこなすことで、スムーズにプロジェクトが進むと思うと、どうしても手を抜けない。些細なミスが後々大きなトラブルにつながることもあるからだ。地味だと言われても、縁の下の力持ち的な仕事こそが会社を支えている。そう信じているからこそ、俺はこの役目にこだわって取り組んでいる。派手には見えなくても、きっといつか大きな成果につながるはずだと信じているんだ。とはいえ、プライベートでもあまり派手なことはせず、基本的には会社と自宅を往復する地味な日常を送っている。友人との飲み会ならまだしも、休日にわざわざ知らない女性たちと盛り上がるような場はどうも苦手で、そう思っていたのに。なあタク、頼むから来てくれよ。先週の金曜日、昼休みの社員食堂で俺より一つ年上の鈴木先輩が手を合わせて拝むように頼み込んできた。鈴木さんは同じ会社の営業部門にいて、俺とは違う部署ながら昔から何かと絡んでくる面倒見のいい兄貴分みたいな人だ。明るく社交的で人脈も広い。俺とは対照的に飲み会やイベントをこよなく愛している。俺が言っても盛り上げられないですよ。冷たい麺をすすりながらそう返すと、鈴木さんは、お前を盛り上げ役にするつもりはない、と笑った。ただ人数足りないんだよ。せっかく合コン組んだのにドタキャンされてさ。相手はうちと同じ会社の子たちだけど、部署が違うからあんまり顔知らないだろ。受付とかやってる美人揃いらしいぞ。お前だってたまには可愛い子と話したいだろ。その言い方からして、断ったら後が面倒そうだ。何より鈴木さんは仕事でもプライベートでもいろいろ助けてくれる先輩。ここで冷たく、あんたが勝手に行けばいいでしょと突き放すのも気が引ける。わかりましたよ。でもあんまり期待しないでくださいね。半ば流されるように受けてしまった俺は、やや気乗りしないまま週末を迎えることになった。土曜日の夜、指定された店へ行くと、すでに鈴木さんが入り口で待っていた。一応受付組って聞いてるからな。相手は華やかな子が多いっぽいぞ。まあ、肩の力抜いて楽しもうや。そのまま店員に案内され、店の奥の半個室みたいなテーブル席に通されると、
すでに女性3人が待っていた。パッと見、確かに全員綺麗だ。中でも、中心に座っている女性、遠藤真理は、一目で自分を飾るのが好きというタイプに見えた。巻き髪に派手なネイル、まぶたにはきらめくラメのアイシャドウ、加えてブランド物らしきバッグがひときわ目を引く。こんばんは、鈴木です。こっちはうちの同僚の三浦。今日はよろしくね。鈴木さんが軽快に挨拶すると、遠藤真理は、遠藤です。マリって呼んでくださいね。と、にこやかに返す。二人の隣には、同じく派手めな大竹夏美、そして、やや控えめな北沢美代が座っている。三人とも同じ会社だが、部署が違うため、会ったことはあっても、まともに話すのは初めてだった。どうも、三浦です。よろしくお願いします。俺が会釈をすると、マリはツンとした顔で、上から下まで俺の服装を眺め、薄く微笑んだ。なんとなく、その笑みに値踏みの気配を感じて落ち着かない。とにかく乾杯ということで、全員がグラスを持って軽く合わせる。鈴木さんが、乾杯と温度を取り、ビールやカクテルを口にするや否や、遠藤真理が早速トークを仕切り始めた。鈴木さん、営業なんですよね。やっぱり稼ぎいいんですか？まあ、そこそこっすね。俺は外回りの方が多いから、インセンティブがちょっとつくくらいで、すごい額でもないですよ。鈴木さんは、こういう年収質問にも、軽妙に受け答えができる。慣れているのだろう。一方俺は、会話を横で聞き流しながら、こういう場がやはり、肌に合わないと改めて思った。だが案の定、次の矛先は俺に向けられる。三浦さんは？仕事って何やってるの？うちと同じ会社でも部署が違うし、詳しく知らなくて。マリの目はキラリと鋭い光を帯びていた。大竹夏美も興味津々といった様子で、なんか海外関係とか？と身を乗り出す。北沢美穂だけがどことなく居心地悪そうに視線を落としていた。いや、俺は主に裏方の事務的な作業が多いですよ。そんな大したことないです。海外事業部とかって聞いたけど、まあ多少は海外とやり取りする仕事もあります。でも待遇は普通ですよ。するとマリは、ねえ、普通ってどれくらい？と笑い混じりに畳みかけてくる。俺は軽くため息をつきつつ、月収なら18万くらいです。と短く答えた。その瞬間、マリと夏美が目を丸くして顔を見合わせ、ケラケラと笑い始めた。18万？マジでそれ正社員？派遣とかアルバイトじゃなくて？マリの小姉には露骨な嘲笑が混じっていて、大竹夏美も、それって実家暮らしじゃなきゃ無理じゃない？と、追い打ちをかけるように笑う。周囲からの視線が俺に集中し、気まずい雰囲気が広がる。鈴木さんが、まあ、人それぞれだし、と仲裁しようとするが、マリの勢いは収まらない。ねえ、どうすんの？そんなのじゃ彼女できても、デート代とかきつくない？マジでありえないんだけど、うちでバイトしてる子の方が稼いでるんじゃないの？いや、さすがにそこまでは。言いかけた鈴木さんの言葉を遮るように、マリはテーブルに肘をつき、見下ろすように俺を眺めながら口を開く。しかもタクさんって何歳？ 29？ その年で18万はちょっとやばいんじゃない？将来設計とかあるのかな？私ならそんな男、正直ごめんだわ。ぶっちゃけ、想像していたよりはるかに攻撃的だ。俺が黙っていると、夏美もニヤニヤしながら、そりゃあねえとマリに同意している。北沢美代は、所在投げに苦笑いしているが、声を上げることはしない。ここまでこき下ろされると、さすがに俺もいたたまれない。そもそも、そんなに収入にこだわるなら、最初から合コンなんてやらないでほしいとすら思う。あのさ、マリさん、お酒入ってるのはわかるけど、ちょっと言い過ぎじゃ。鈴木さんが止めようとするが、マリは鼻で笑って言い放つ。いいじゃない。事実でしょ。てか、こういうのはっきりした方が時間の無駄にならないし。これ以上ここにいてもどうしようもないと思い、俺は席を立つ決意をした。飲み物を一口で飲み干し、さっと財布を取り出す。すみません。ちょっと用事を思い出したんで。
お先に失礼します。さあ、じゃあ勝手に帰れば？割り勘分は置いてってよね。私たちが損するのは嫌だから。マリは霊障を浮かべながらそう言い、夏美と視線を交わして、やっぱり使えないわね、なんて囁き合っている。鈴木さんは、おいタク、ちょっと待てよ、と声をかけてくるが、俺はもう1秒でも早く、この場を離れたい気持ちでいっぱいだった。テーブルに数枚の紙幣を置き、すみません鈴木さん、また。とだけ伝えて店を出る。後ろで、ほんと何しに来たんだろうね、ウケる。なんて、マリが吹き出している声が聞こえた。正直、腹立たしさや情けなさがないわけではないが、それよりも、関わるだけ無駄だ、という思いの方が強い。外に出ると、週末の夜で、人通りは多いのに、さっきの店の空気よりはるかにマシに感じられた。少しムッとする湿気と、雑踏の賑わいが肌にまとわりつく。早く電車に乗って帰ろうと思い、足早に歩き始めたその時、後ろから小走りの音が近づいてきた。三浦さん、待ってください。振り返ると、北沢美代が慌てた様子で追いかけてきていた。控えめな服装に小さなバッグを抱え、息を切らせている。ごめんなさい。マリ先輩、言い過ぎで。ああ、君が謝ることないよ。俺がただ、会わなかっただけだから。俺はそう言いながら苦笑する。正直なところ、北沢さんは特に毒づくでもなく、ただ同席して気まずそうにしていた印象しかない。でも、私もあそこで笑っちゃったし、何も言えなくて、あの場を止められなかったから、本当に申し訳ないと思ってます。気を悪くしないでください。ペコッと頭を下げる彼女に、俺は大丈夫、平気だから、早く戻らないと、先輩に怒られるんじゃと促した。はい、すみませんでした。失礼します。北沢さんは申し訳なさそうに、もう一度お辞儀をして、店に戻っていった。小さな背中が通りに消えていくのを見送った後、俺はそのまま地下鉄の駅に向かって歩を進める。家に戻ったのはまだ夜の10時前。シャワーを浴び終え、冷蔵庫から取り出した麦茶を飲みながら、ぼーっとスマホを眺めていると、鈴木さんから電話が入った。もしもし？悪かったな、タク。あの二人、特に遠藤はきつい性格だって噂は聞いてたけどさ、あそこまでだとは思わなかった。電話口の鈴木さんの声は申し訳なさそうだが、どこか呆れも混じっている。いや、いいですよ。先輩が悪いわけじゃないし、俺も急に席立って悪かったです。全然。てか俺が呼んでおいて、あんな仕打ちさせて、ごめんな。まあ、あれは誰が来ても同じだったろうな。金が全てって感じだから。店出た後も色々言っててさ、なんか、三浦さんって地味だし、給料安いし最悪とか、遠藤がめちゃくちゃ言ってたよ。もう呆れるのを通り越して、苦笑いしか出てこない。やっぱり合コン向いてないっすね、俺。これに懲りて、しばらく誘わないでください。わかった、すまん。でも気を落とすなよ。あの二人とは社内でもあまり接点ないだろうし、放っておけばいいって。そうします。北沢さんって子は謝ってくれましたけど、まあ、あの人たちとは縁がないってことで、俺がそう言うと、鈴木さんは少し安心したような声で、だよな、ごめんね、ほんと。じゃあまた来週会社で。と言って電話を切った。スマホを置き、リビングのソファーにもたれかかる。休日の夜に、こんなにも疲れるとは思わなかった。合コンという名の、相手の品定め会にわざわざ参加して、失礼な言葉を浴びせられるなんて、ごめん被りたい。とはいえ、もう終わったことだ。これでしばらくは、鈴木さんも俺を合コンに誘わないだろうし、あの3人との接点もまずないだろう。同じ会社とはいえ、部署が違うし、広いビル内で顔を合わせる機会なんてそうそうない。そう思っていたのに。先日の合コン騒ぎから数日経った頃のことだった。社内メールで、海外事業部の新プロジェクト発表に合わせ、子会社を含む大規模な全体会議を行う、という案内が回り、社内が何やら騒がしくなり始めた。どうやら今回の会議は本当に大掛かりらしい。海外の来賓や上層部も含め、広いホールを借り切っての発表があるという。そこで俺はある発表をすることになっていた。そして
迎えた全体会議の当日、会場は都内のビルにある広いホールで、受付に立っているスタッフを見ると、確かにうちの本社だけでなく、関連子会社や派遣スタッフらしき人たちが入り混じっている。俺は社内で準備した名札を首から下げ、資料を抱えて指定席へと向かう。ちらりと前方に目をやると、ステージ脇の通路に見慣れた後ろ姿が2つ3つ見える。華やかな巻き髪と派手な色のネイル。そう。マリと夏美だ。2人はスタッフの指示に従って来賓を誘導する役目らしく、胸元の ID バッジを見せながら何やら動いている。その少し後方に地味めの装いで手持ちのファイルを抱えている女性がいて、どうもミオさんらしい。やはり3人一緒に行動しているのだな、と思うと、途端に先日の合コンを思い出してしまって頭が痛くなる。やがて会議が中盤に差し掛かり、いよいよ海外事業部のセッションが始まる。司会がマイクを握り、壇上のスクリーンには海外事業部新プロジェクト発表というスライドタイトルが映し出される。すると会場が少しざわめくのが分かった。それでは今回のプロジェクトリーダーとして先日付で昇進されました海外事業部グローバル企画課主任三浦拓さんです。その声と同時に壇上にスポットライトが当たる。正直眩しくて一瞬目を細めたが、ここが俺の晴れ舞台だ。立ち上がってステージ中央へと進み会釈をする。会場から拍手が起こった。そう、俺は今回のプロジェクトのリーダーに抜擢されたのだ。今回のプロジェクトは海外の複数拠点との連携を強化しつつ、既存のサービスをアップグレードする狙いがあります。例えば俺の言葉に合わせてスクリーンが切り替わり、カラフルなグラフや図表が映し出される。拍子抜けするほどスムーズにスライドが進んでいき、質疑応答では数人の日本人上司と海外ゲストが交互に質問を投げかけてくる。英語で応対し、それでは私からの報告は以上です。ありがとうございました。最後にそう言って深くお辞儀をすると、壇上に設置されたスポットライトが少し眩しく感じる。大勢の参加者のいるホールから抑えきれないざわめきと拍手が聞こえる。質疑応答にだいぶ時間を使ったせいで、次の登壇者の出番も近づいているようだ。俺はほっとしたような脱力感を覚えながらステージ袖へ歩を進める。会がすべて終了したのはそれから2時間ほど経った頃だった。長いプログラムが無事に終わり、最後の挨拶がホールに響き渡ると、会場内に拍手が湧き上がる。俺は受付近くで立っていた同僚たちと視線を合わせ、やっと終わったなと苦笑いを交わした。海外ゲストもぞろぞろとロビーへ向かい、運営スタッフがその誘導を担っている。すると俺の姿を見つけた鈴木さんが近づいてくる。タク、おめでとう。主任だって？すげえじゃねえか。しっかりやりきったな。そう言いながらまるで自分のことのように喜んでくれている。俺は照れくさい気持ちで、ありがとうございます。でもまだ実感ないですよ、と返した。ちょうどその時、マリと夏美がなぜか目を泳がせながら近づいてきた。三浦さん、主任って、さっきのプロジェクトリーダーって本当にあなたが？マリの声は信じられないものを見たという調子だ。夏美も、まさかこんな大きい発表の場で、しかも英語まですごいね、と口を覆っている。あの合コンの日、18万しか稼げない地味男と言わんばかりに、バカにしてきたのは一体どこへ行ったのか。すると、隣でニヤニヤしていた鈴木さんが、俺に代わって口を挟む。いや、タクはすごいやつなんだよ。実は、お前らびっくりしただろ。マリと夏美が、いや、あれはと慌てて言い訳しようとするが、鈴木さんはさらに畳みかける。そういえば合コンの時、お前らタクのこと、月収18万の地味男って笑ってたよな。実はな、あれドルなんだよ。ドル？マリと夏美が同時に目を見開く。俺は、先輩ちょっと、と止めようとしたが、鈴木さんは容赦なく続ける。そう、こいつの月収18万ドル。日本円で換算すると、そりゃもう、今更知っても遅いかもしれんけど、かなりの額だぞ。言葉が終わらぬうちに、夏美が、
嘘でしょ？18万ドルって、と絶句する。マリも、2000万円以上ってことと、計算しながら青ざめている。あれだけ俺を見下していた二人が、うろたえているのは、正直複雑な気分だ。ちょっと待ってよ。あの時、あなた月収は18万くらいですって言って、マリが懸命に言い訳めいた声を出すが、鈴木さんが横で肩をすくめる。まああれは、タクなりに本当のことを言ったわけだ。ドルか円かは言わなかったけどな。お前らには悪いが、あの合コンの流れがあまりにひどくて、俺も正直悔しかったんだよ。こんなすげえやつのことバカにしやがってってな。そう言ってから、鈴木さんは俺に向かってにやりと笑い、逃した魚は大きかったな。なあ、と茶化すように言う。マリと夏美は顔を真っ赤にして、気まずさのあまり視線をそらし、しどろもどろになっている。いや、そんなつもりじゃ。そう、別にね。あれは冗談というか。あの夜の強気な態度はどこへやら。じゃあ、私たちはこれで。そう言うと、マリと夏美は逃げるように、早足で姿を消していった。それを見送った後、俺は鈴木さんに小声で文句を言う。先輩、あれはさすがに言い過ぎですよ。わざわざドルってばらすことなかったじゃないですか。悪かったな。でもな、俺もずっとモヤモヤしてたんだよ。あいつらが合コンで、お前を見下すようにバカにしてたのが腹立ってさ。お前には悪いけど、言わずにいられなかった。鈴木さんは爽快そうに笑う。その表情を見たら、俺もあれこれ勇気が失せた。確かに、先日の合コンでは、俺自身も嫌な思いをしたが、鈴木さんだって幹事として、後味の悪い形になったことを気にしていたのだろう。まあ、わかりました。今後ああいうシーンがあっても、なるべく秘密ですよ。あんまり言いふらしてほしくないんで。ああ、そうだな。でも、もう遅いかもな。遠藤たちから広まるだろうし。鈴木さんが肩をすくめて笑ったが、不思議と俺はそれほど嫌な気分ではなかった。以前なら面倒なことになると嫌がったかもしれない。でも今はなぜかひどく晴れ晴れとした気持ちがある。きっとこのプロジェクトリーダーという大役を任され、昇進までさせてもらったことへの自信が少しずつ湧いてきているからだろう。たとえマリと夏美にどう思われようと、俺は俺のやり方で仕事を全うすればいい。そう心に決めてから数日後。三浦さん、最近プロジェクトの方順調みたいですね。すごい大役任されて、ほんとかっこいいですよ。昼休み、デスクで書類の確認をしていると、マリと夏美がにこやかに近づいてきた。前の合コンで散々バカにしてきたあの二人が、今度はやけに低姿勢だ。マリはひときわ派手なカラーリングの髪を揺らしながら、こびるように首をかしげてみせる。この前の会議でも、三浦さんの発表すごく目立ってましたよね。海外の方と英語でやりとりしてるところ、ちゃんと見てましたよ。いや、正直びっくりしちゃいました。あんなに完璧に対応できるなんて。横で大竹夏美も相槌を打つ。ほんと、あれはすごかったよね。さすが主任って感じ。周りも三浦さんに任せれば安心って噂してましたよ。ここまでは一応、仕事への賛辞らしい。だが本題はそこではないようで、二人は顔を見合わせると、待ってましたと言わんばかりに声を揃えた。それでね、三浦さん、もしよかったら、今度私たちとご飯行きません？お祝いというか、いろいろお話伺いたいなって。ねえ、マリ先輩とも話してたんだけど、三浦さんって忙しそうじゃないですか。だからこそ、一緒に息抜きも兼ねて、みたいな。語尾に甘えを含ませるマリと、横ででしょでしょとうなずく夏美。先日の合コンの時は、月収18万なんてありえないと散々笑っていたくせに、さすがにずぶといというか、手のひら返しがすごい。俺はペンを置き、なるべく表情を崩さないまま、二人に向き直った。ごめん。今は新プロジェクトで手一杯なんだ。しばらくはスケジュールがパンパンで、ちょっと厳しいかな。正直、こんな誘いに付き合う義理はない。するとマリは、うっすら眉を下げて、上目遣いのまま食い下がってくる。そこをなんとか。別に今日や明日じゃなくても、予定が落ち着いたらでいいんです。私たち、いつでも開けますから。
ぜひお話を聞かせてほしいです。三浦さんに教えてもらいたいこといっぱいあるんですよ。夏美もそう言い、満面の笑みを浮かべる。だが、どれだけ下手に出ようと、先日の態度を思い出すと、どうにも気が進まない。そうか、ありがとう。でもほんと余裕がなくて、落ち着いたら、そうだな、そのうちね。曖昧に微笑むにとどめ、こちらから誘いを受け入れる姿勢は見せない。それ以上話を続けても拉致が開かないと悟ったのか、二人は名残惜しそうに、じゃあまた声かけますね、と言いながら去っていった。彼女たちの背中がフロアの向こうに消えるのを見送り、俺は思わず肩の力を抜く。まったく、どの面下げて。周りのデスクにいる同僚たちも、さっきのやりとりを横目で見ていたらしく、苦笑いしているのがわかる。合コンでの彼女たちを知る者も多いからか、みんなが呆れたような視線を交わしていた。ため息をつきながらモニターを見つめていると、不意に人の気配を感じた。顔を上げると、見覚えのある控えめな女性がそこに立っている。北沢美代さんだ。手にはファイルが何冊か抱えられている。三浦さん、すみません。こちらの資料なんですが、今ちょうどお届けに上がりました。静かな声でそう切り出す美代さんに対し、俺はありがとうと言ってファイルを受け取る。少し厚めの書類が数セット。何かの手配書らしく、彼女はその内容を簡単に説明してくれた。それから、資料の話を一通り終えると、彼女は一瞬、言いよどむようにまつげを伏せた。少し緊張しているのが伝わってくる。この前は、本当にすみませんでした。嫌な思いさせてしまって。その言葉に、俺は思わず居心地の悪さを覚える。正直、彼女はほとんど巻き込まれただけだし、むしろ、あの場で嫌な気分だったのは、こっちだけじゃないだろう。それでも、こうしてわざわざ謝りに来てくれるなんて、よほど気にしていたのかもしれない。いや、気にしてないよ。あれは俺も、ああいう雰囲気がそもそも合わなかっただけだし、むしろ謝ることなんて何もないと思うけど、そう言いながら合コンでのことを思い出す。マリや夏美が笑い続ける中で、彼女だけは居心地悪そうに視線を落としていた。合コンが終わった後もわざわざ俺を追いかけて謝りに来てくれたのを思い出すと、彼女がこんなにも心を痛めているのは不憫でもある。いえ、あの時私も一緒になって笑ってしまったし、何も言えずに流されてしまって、本当にああいうのは苦手なのに、拒否できなくて、だから改めてちゃんとお詫びしておきたかったんです。美代さんはそう言うと、もう一度ペコリと頭を下げた。その仕草は、控えめな彼女の性格をよく表している。わざわざこうして来てくれるだけでも、俺としては嫌な気分はしない。むしろ、誠実な人なんだなと再認識させられる。ありがとう。本当大丈夫だから。あんな場で俺も失礼な言い方したかもしれないし、あれ以上何かあったわけでもないしね。逆に気を使わせて悪いよ。そう伝えると、彼女はほっとしたように息をついた。少しだけ緊張が解けたのか、口元にほのかな笑みが浮かぶ。よかった。実はずっと気になってたんです。三浦さんは気にしてないって分かってても、なんというか、自分が嫌になっちゃって。彼女の瞳には、まだ少し申し訳なさが残っているが、もう十分だろう。合コンでのことはこうして、きちんと会話を交わしただけで、俺の中では完全に過去の話にできそうだ。これからも何かで顔を合わせると思うし、お互い気持ちよく仕事したいしね。あんなこと、もう水に流そう。言いながら、俺は軽くファイルを指で叩いてみせる。すると、ミオさんは嬉しそうに微笑み、深々とお辞儀をしていった。はい、ありがとうございます。では、私はこれで失礼しますね。お忙しいところすみませんでした。そうして彼女は、先ほど置いていった資料のチェック項目を一つ指さしながら、もし内容に不明点があったら、すぐ呼んでください。とだけ付け加えて離れていった。その背中を見送りながら、俺は自然とデスクに視線を戻す。先ほどまで思い出しかけていた、あの嫌な合コンの記憶も、彼女の素直な謝罪のおかげで、随分と和らいだ気がする。人間関係においては、お金や地位しか見ていないタイプもいれば、こうして真摯に向き合おうとしてくれる人もいる。それは確かな事実だ。
よし。心なしか気分が少し軽くなった。モニターに映る膨大なプロジェクト資料の画面に戻りながら、これでなんとかあの夜の後味の悪さに一区切りがついたと感じていた。そんなある日、新プロジェクトの関連で総務系の書類を確認する必要があり、関連部署へ足を運ぶことになった。フロアに到着すると、受付前のデスクにはちょうどマリと夏美が立っていた。気づかれないように横切ろうかとも思ったが、向こうがすぐに俺の姿を見つけてしまう。途端に二人の表情がパッと明るくなった。三浦さん、今日もお忙しそうですね。お疲れ様です。あ、ほんとだ。三浦さんだ。ねえねえ、さっき海外の取引先から来た資料、すごく分厚かったんじゃないですか？大変そうですよね。相変わらず、こちらの都合もお構いなしにぐいぐい話しかけてくる。合コン直後の態度とは打って変わって、やけに愛想がいい。俺は内心で苦笑しながらも、仕事上の手続きはきちんとこなさなければいけない。資料を受け取りに来ただけだから、最低限必要な会話だけで済ませようと心に決めた。ちょっと部署間調整で来たんですけど、担当の方は、そう言いかけた瞬間、奥の方から何やらドキ混じりの声が聞こえた。ミオ、まだ終わってないわけ？もうとっくに書類まとめるよう言ったでしょ？遅いんだけど。ちらっと視線を奥にやると、マリが先ほどまで立っていたデスクの裏手、少し狭い倉庫スペースのような場所で、ミオさんが大量の書類に囲まれて小さくなっているのが見えた。明らかに萎縮している様子で、申し訳なさそうに眉を下げている。すみません。すぐに出します。もう少しだけ時間を。はあ？言い訳してないでとっととやりなよ。そんなんだから仕事できないって思われるのよ。気の強い声でガンガンまくし立てるマリ。はためには彼女が上司でミオさんが部下というよりいじめられっ子のように見える。合コンの時も感じたが、マリは自分より立場が弱いと思った相手にはとことん強気で当たるタイプだ。それを見て見ぬふりをする夏美もどうかと思うが、どこかマリに巻き込まれているのか、まともに止める気はなさそうだ。俺は少し悩んだ末、受け取るべき書類がミオさんの手元にあるならと彼女の方へ歩み寄った。三浦さん、すみません。今ちょうどまとめ終わるところで。慌てて立ち上がった時、彼女はバランスを崩して抱えていた書類の一部を床に落としてしまう。バラバラと散らばる紙に俺はとっさに手を伸ばして拾い集める。それを見たマリは大げさにため息をついて呆れた声を出した。もうほんとドジだよね。ほらさっさと片付けてよ。三浦さんに迷惑かけないで。すみません。三浦さん本当にごめんなさい。今すぐまとめますから。ミオさんが申し訳なさそうに頭を下げるのを見て、俺は首を横に振った。謝らなくていいよ。俺の方こそ急ぎで悪かった。落ち着いてやればいい。そう言って手伝おうとするが、彼女は少し戸惑ったように遠慮がちに手を伸ばす。思えば合コン以来、何かと素直に謝ってくれるし、こうして実際に仕事をしているところを見ると、すごく真面目に頑張っているのが伝わってくる。なのに、どうしてこんなにも居心地の悪い扱いを受けているのだろう。ねえ三浦さん、こっちで一緒に話しましょうよ。いきなりマリがこちらを遮るように言ってきた。夏美も、そうそう、三浦さんって忙しいし、そんな雑用してる暇ないですよね。と調子を合わせる。いや、資料を取りに来たのは俺の方だから手伝うよ。それにミオさんだけに押し付けてたら申し訳ないし。そう言って、俺はミオさんと一緒に資料を拾う。すみません。そういうミオさんに、俺は少し気になったことを口にする。ところで、なんで君がこんなことまでやる必要があるんだ？これって、もっと人数で分担すればあっという間だろうに。そう問いかけると、ミオさんは苦笑いを浮かべ、声を潜めて答えた。私、派遣なので、こういう雑務も仕事のうちなんです。どうしても逆らえなくて。耳を澄ませないと聞き取れないほどの小さな声だが、そこには大きな苦悩が滲んでいるように思えた。合コンの時は大して考えなかったけど、彼女の雇用形態や職場での立場は実はかなり不安定なんだろう。この数年、大企業ほど派遣社員への厳しい対応が
問題視されることもあると聞く。現に、マリや夏美のあの態度を見れば、想像は容易だ。そっか。思わず息を吐いたとき、どこからかマリが顔を覗かせて、三浦さん、それじゃあ資料は揃ったんですね。よかった。後でまたご飯行きましょうね。と、ここぞとばかりにこびた声を出してきた。夏美も、そうそう、ぜひお願いします。と手を振ってアピールしてくる。俺は、ああ、とだけ言い、曖昧に笑って返した。俺は、それじゃ書類確認するから、と言い残し、フロアを出る。後ろでマリたちがキャッキャと何か話している声が聞こえたが、あえて聞き流した。両手いっぱいのファイルを抱え、もどかしい気持ちを抱えつつ、エレベーターに乗り込む。どうにもすっきりしない。ミオさんの姿が脳裏に焼き付いたまま、会議室へ向かう途中の廊下を歩いていると、不意に背後から、三浦さんという声がした。振り返ると、小走りでこちらに追いつこうとしているのはミオさんだった。書類を急いで片付けたのか、まだ少し息が上がっている。ごめんなさい。さっきはドタバタしちゃって。三浦さん、もし何か不備があったら教えてください。資料の作り方合ってるかどうか。弱々しく視線をさまよわせる彼女に、俺は苦笑せざるを得ない。自分のミスを気にしているのか、それとも、さっきのマリの一件が気にかかっているのか、もしかすると、両方なのかもしれない。確認してみるよ。ありがとう。わざわざ追いかけてきてくれて。そう言いながら足を止めると、ミオさんは申し訳なさそうに口を開いた。いつもあんな風に叱られてばかりで、恥ずかしいんです。それに、本当は、私とマリ先輩たち友達じゃないんです。合コンの時も、人数合わせで連れて行かれて、マリさんに逆らうとクビになるって噂があって。やっぱりそうか。合コンでもどこか浮いている感じがしたのは、このせいだったんだな。と納得がいく。周囲に合わせなきゃいけないけれど、本当は嫌でたまらない。だからといって、立場の弱い派遣社員が、正社員であるマリたちに逆らえばどうなるか。彼女の苦しみは想像に難くない。でも、だからってあんなにも理不尽に叩かれていい理由にはならないよ。そこまで我慢しなくても、俺が言いかけると、ミオさんはうつむき、ぎゅっとファイルを抱きしめるように腕を縮めた。母が病気で、どうしても仕事を失いたくないんです。何度か派遣先を変えてきましたけど、ここ給料も福利厚生もまだいい方で、だから私には逆らう勇気なんてなくて、なんか情けないですよね。小さく乾いた笑みを浮かべる彼女。情けなくなんてないよ。思わず口をついて出た言葉に、ミオさんは顔を上げて目を瞬かせた。少なくとも、俺は君と会えてよかったと思ってる。この間の合コンは最悪だったけど、君のおかげで前を向けたから、自分でも驚くくらいストレートな言葉が出てきた。少し恥ずかしい。三浦さん、ありがとうございます。そう言ってもらえるとなんだか救われます。彼女の声はかすかに震えているようにも感じられた。俺はゆっくりと息を吐いて、そっと笑みを返す。この仕事を、俺も頑張らなきゃいけないし、君だって立場は違えど、同じ会社で働く仲間だ。もし何かあったら、遠慮なく声をかけてくれたらいいから。はい、わかりました。ミオさんは小さくうなずく。じゃあまた、仕事頑張って。はい。そうして、俺たちはお互いの業務に戻った。それから数日後、新プロジェクトの資料や打ち合わせが怒涛のように押し寄せ、俺は深夜近くまで残業するのが日常茶飯事となっていた。まばらに残っている社員たちもみんなどこか疲労の色が濃い。夜10時を回った頃、やっとメールの返信を済ませてデスクを離れようとした時だ。オフィスの消灯が始まり、方々の照明が落とされていく。長時間のパソコン作業に肩が凝って仕方ない。軽く背筋を伸ばしながら部屋を出ようと廊下を歩いていると、遠くの方から誰かがカタカタと資料をまとめている音が聞こえた。夜勤の警備スタッフが巡回する時間にはまだ少し早い。こんな時間まで残っている人がいるのかと思い、足を向けてみると、そこにはミオさんの姿があった。机の上にはファイルの束が高く積み上がり、その後ろには段ボールまで並んでいる。
先日、受付で押し付けられていた仕事とは、また違う内容なのか、それとも続きなのか、とにかく尋常じゃない量の仕事だ。ミオさん？思わず声をかけると、彼女は驚いたように振り返った。目の下には薄くクマができかけていて、疲れ切っている様子がうかがえる。あ、三浦さん、まだ残ってたんですね。そっちこそ、もう10時過ぎてるよ。こんなに残業して大丈夫なのか？はい、ちょっと手続き関係で追加が出てしまって、これ、明日の朝までに用意しないといけなくて。彼女は申し訳なさそうに肩をすくめる。気の毒に思いながらも、これは明らかに誰かが押し付けた仕事の気配がある。なんで君一人でやってるんだ？マリさんたちが担当してた書類じゃないのか？本当はそうなんです。でも急に続きをよろしくねって言われて、私も断れなくて。そう言って少しうつむく彼女の表情は、合コンの時に見せた気まずそうな顔によく似ていた。結局は、また彼女の善意、もしくは立場の弱さにつけ込んで、誰かがさっさと退勤してしまったのだろう。ああ、やっぱりそうか。まったく、よくそんな無茶をさせるような。何か手伝えることある？俺も今日はもう仕事切り上げたけど、まだ帰りの電車もあるし、少しくらいなら付き合えるよ。いえ、それはさすがに申し訳ないです。三浦さん、主任なのに、こんな雑務なんか手伝ってもらうわけには。肩書きとか関係ない。放っておいたら君、一人で終電ギリギリになるんじゃないの？半ば呆れたように首を振ると、彼女は、でもと、歯切れ悪そうにつぶやきながら、明らかに困っている表情を浮かべていた。いいからやらせて。お互い手早く終わらせた方がいいだろ。俺ももう少し仕事モードに戻るから、集中すればそんなに遅くならないさ。そう言って、机の隅にある空いた椅子を引き寄せる。慌てた様子で、すみません。本当にすみません。と繰り返す彼女を尻目に、俺は作業手順の簡単な説明を受けながら、手際よく資料を仕分け始めた。それから数十分後、最後のチェックを終えると、ミオさんは大きく息をつき、疲れた笑顔をこぼす。これで全部ですね。助かりました。三浦さん、本当にありがとうございました。どういたしまして。さてと、もう遅いし、そろそろ帰ろうか。あ、もしよかったら、ご飯でもどう？この時間でもやってるお店なら、駅近くの24時間営業の店とかあるし、軽く食べていこうか。嫌じゃなければだけど。言ってから少し気恥ずかしさがこみ上げてきた。が、ミオさんは目を丸くしてこちらを見たが、すぐに口元を緩め、かすかに微笑んだ。ご迷惑じゃなければ、ぜひ、私も少しお腹空いてました。じゃあ決まりだな。先に片付けて、電気もちゃんと消して、あとは体感処理して出よう。はい。彼女の返事は、さっきよりずっと元気がある。疲れの中にも嬉しさが混ざったような笑顔がそこにあった。俺たちは深夜までやっている駅前のチェーン店に入った。改めて、今日は本当にありがとうございました。残業の作業まで手伝ってもらって、しかもこんな遅い時間に食事まで付き合っていただいて、私何かお礼ができればいいんですけど。いいって、そんなにかしこまらなくて。俺が勝手に手伝っただけだし、食事だってお礼ってわけじゃなくて、単純に行きたかっただけだからさ。でも、少し口ごもる彼女を見て、俺は静かに言葉を足す。それより、こうして一緒に飯食って、少しでも仕事のストレスが吹き飛ぶなら、その方がいいじゃないか。俺もプロジェクト始まってからずっと余裕なかったし、たまには人と話したいと思ってたところなんだよ。料理が運ばれてくるまでの間、彼女はぽつりぽつりと近況を話してくれる。実は母の具合が少し安定してきたこと。しかし介護にお金がかかるため、派遣としてでも給料が下がらないところで働き続けたいこと。三浦さんは大変じゃないですか？新プロジェクトを任されたって聞きましたけど。まあ簡単じゃないけど、やりがいはあるよ。海外の取引先とやり取りするのは慣れるまで大変だし、英語での会議も精神力使う。でも結果を出せばそれだけ評価も得られるし、正直収入もいいからね。
そっか。上の人には上の人なりの苦労があるんですね。うん。だから、わざと合コンであの月収を言ったんですか？俺は少し苦笑いして、あの月収のことを思い出す。ああ、あれね。正直あの場に限らず、合コンではだいたい低く言ったり、ごまかしたりしてるんだ。海外事業部って肩書きがあるだけで、いろいろ突っ込まれることも多いし、俺の父は昔からそこそこ成功したビジネスをしていて、家は裕福だったんだ。まあ、子供の頃から苦労は知らなかったよ。でもそのせいで、人が近づいてくるとき、本当に俺自身を見てるのか、それとも親の財産を当てにしてるのかがわからなくなったことがあるんだ。なるほど。小さい時はわからなかったけど、成長するにつれて露骨に金目当てで近寄ってくる人も増えてさ。それ以来、本当のことをやすやすと他人に話せなくなった。というより、怖くなったんだ。もし俺の収入や家柄を知ったら、態度を変える人ばかりなんじゃないかって。声を低く落として言い切ると、思わず胸が苦しくなる。誰にも言えなかった思いを吐き出している自覚があるからだろうか。友人たちや上司にはもちろん感謝しているが、こういう根源的な悩み、人を心から信じられないという問題を話す相手はいなかった。でも、私はそういう人間じゃないです。三浦さんに出会って救われました。そう言うと、ミオさんは顔を上げた。確かに、変な人も寄ってくると思います。だけど、三浦さんの周りはそういう人だけじゃないです。少なくとも、私は違います。心なしか、頬が赤くなっているミオさんは小さな声で言った。時計の針が夜11時半を回る頃、さすがに明日に支障が出ないよう帰る準備をしようと会計を済ませる。彼女は割り勘にしてくださいと言ったが、今日は俺が誘ったこともあるので、あらかじめ伝票をまとめて支払ってしまった。すみません。いいって、たまには先輩らしいことをさせてくれ。今度また何かの機会があったら、その時おごってもらうよ。はい。何かあったら、ぜひ。ちょっと噛んでしまった彼女の言葉に思わず吹き出しそうになる。夜風に揺れる彼女の髪がビルの街灯にほのかに照らされる。ほんの数十分前まで書類まみれだったのが嘘みたいだ。誰かを心から信用できるのは、どんなに忙しくても、どんな立場でも、案外こういうささやかな瞬間から始まるのかもしれない。そう思いながら、俺はゆっくりと彼女と並んで駅に向かった。それから数日後、俺がデスクでメール処理をしていると、ファイルを抱えたミオさんが少し緊張した面持ちでこちらに歩み寄ってきた。三浦さん、お忙しいところすみません。いや、ちょうど一区切りついたところだから平気だよ。どうしたんだ？彼女は自分のバッグから小さな封筒を取り出すと、そっと俺に差し出した。実は、ここのレストランの食事券をもらったんです。お客様からイベント用にどうぞっていただいたんですけど、私一人では使い切れなくて。そう言いながら、ミオさんは頬をうっすら染めている。どうやら高級レストランの招待券らしく、封筒には店の名前が刻まれたカードが入っていた。もしよかったら、この間のお礼に三浦さんと一緒に行けたらなって思って、迷惑じゃなければ。ああ、迷惑なんかじゃないよ。むしろ誘ってくれてありがとう。よかった。じゃあ今週末はどうですか？うん、都合いいよ。楽しみにしてる。それじゃ、詳しい時間とかはまた連絡しますね。ありがとうございます。そう言って彼女はそそくさと資料を持って去っていった。少し早足で歩く後ろ姿がいつにも増して弾んで見える。俺は自分の胸元にこみ上げる不思議な温かさを感じ取りながら手元の封筒を眺める。たかがレストランの食事券だろうと思うかもしれないが、彼女がわざわざこうして私に来てくれたことが大事だ。パソコンの画面に目を戻しながら自然と口元が緩んでしまう。さて、仕事を片付けて週末に備えないとな。小さくつぶやき、再びプロジェクトの資料に手を伸ばす。まだ海外と連携すべきことは山積みだが、その忙しささえもどこか心地よい充実感を伴う。週末にはミオさんと2人で食事をする約束がある。ただそれだけで
今の俺の気持ちはこんなにも軽くなれるんだ。そう自覚しながら、深く息をついて仕事に集中した。そして迎えた金曜日の夜。待ち合わせ時間は午後7時。だが、入り口付近を見渡しても、ミオさんの姿が見当たらない。スマホを開くが、特にメッセージは入っていなかった。少し早めに来すぎたのかもしれない。と近くの椅子で待っていると、向こうから見慣れた巻紙が揺れながら近づいてくるではないか。あら、三浦さん、待たせちゃった？その声の主は、まさかのマリ。派手なネイルにブランド物のバッグを下げて、ニヤニヤと笑っている。思わず俺は首をかしげた。なんで彼女がここに？いや、ミオさんは？もしかして一緒に来てるの？俺が問いかけると、マリはおかしそうに肩をすくめる。来られなくなったのよ、急に。だから今日は私が代わりに来たってわけ。代わり？嫌な予感がした。俺が固まっていると、マリは腕を組み直し、わざとらしくウィンクを送ってくる。そうよ。急に用事入っちゃったみたいで行けないんですって。で、空席がもったいないし、私が代わりに行ってきてくださいってね。にやりと唇の端を吊り上げるマリ。ミオさんがそんなことを。そう。だから今夜は私と二人だけ。よろしくね。彼女は俺の腕を取ろうと手を伸ばしてくるが、さすがに俺は一歩身を引いた。何がどうなっているのかわからないが、とりあえずミオさんに連絡を取るしかないと、スマホを開いてメッセージを送ってみる。しかし返事はない。既読すらつかない。マリはそれを横目で見て、無駄よ、今夜は。もう連絡しても無駄だって。と笑った。まあそういうわけで、二人だけになっちゃったけど、いいじゃない？せっかくだしディナーしましょうよ。仕方なく、そのままレストランに入ることになってしまった。店の中は、やはり落ち着いた照明で、ゆったりとした音楽が流れている。カップルや友人同士が多いようで、金曜日の夜を楽しんでいる雰囲気だ。予約していたテーブル席に案内され、俺はやるせない気持ちで座った。マリは意気揚々とメニューを開く。わあ、美味しそう。ワインでも頼もうかしら。彼女は鼻歌混じりにメニューをめくりながら、上機嫌そうにこちらを見やる。だけど、俺は正直乗り気じゃない。ミオとの大切な食事のはずだったのに、一体何が起きているのか。料理をいくつかオーダーし、適当にドリンクを頼んだところで、マリが唐突に切り出した。ねえ、三浦さん。実は私、あなたのこと好きになっちゃったの。あまりにも直球すぎる告白に、一瞬思考がフリーズする。戸惑いが表情に出たのだろう。マリは、ふふっと笑って、さらに身を乗り出す。付き合ってくれない？あなたなら最高の彼氏になってくれそうだし、海外事業部ですごいお給料もらってるんでしょ？そりゃ、人気者になるのも当然よね。やはりそういうことか。俺は意を決してグラスを置き、ゆっくりと息を吐いた。悪いけど、君と付き合う気はないよ。それが俺の率直な答えだった。マリの態度を考えれば当然だと思う。今更心を寄せてきたとしても、それが上辺だけのものなのか、俺を踏み台にしたいのかは、火を見るより明らかだ。はあ？何それ？断るとかありえないんだけど。マリはテーブルをバンと叩いて噛みついてくる。あまりに大声だから、周囲の客がちらりとこちらを振り返った。ごめんね。はっきり言葉にした瞬間、彼女の目が歪んだように見えた。私を振るなんてどういう神経してるの？後悔させてやるわよ。そして、椅子をギシッと引き、ヒールの音を鳴らしながら立ち上がる。不意に、その口元がにやりと嘲笑を浮かべて、こんな捨て台詞を吐いた。知ってる？あんたミオに利用されてたのよ。今日のことだって、ミオがこの日なら三浦さんと二人きりにしてあげますって、私に譲ってくれたんだから、ざまあないわね。胸がざわつく。嘘だろ。ミオさんがそんなこと言うわけない。はあ？何信じちゃってるの？バッカみたい。マリはそう言い残して店を出て行った。思わず取り残された俺は、テーブルの上に未完成のディナーを残したまま、どうすることもできず席を立つ。何が本当で何が嘘なのか。頭の中がぐちゃぐちゃに乱される。翌朝出勤すると、どうにも周囲の視線がおかしい。デスクに向かうまでの廊下で、何人もの同僚が俺に対して微妙な目を向けたり、ひそひそ声で話しているのを感じる。
嫌な胸騒ぎを抱えつつ席に着くと、隣の同僚が、大丈夫と声をかけてきた。何が？いや、昨日の夜、遠藤さんが、あの人に無理やり迫られたって。やはり来たか。マリは、後悔させてやると言っていた。そういう手段に出たら厄介だとは思ったが、まさか本当にここまで露骨に動くとは。ちらりと総務チームのエリアを見ると、マリがこちらにわざと聞こえるような声で、昨日はほんと怖かった。お酒も飲まされて。などと話している。夏美は半信半疑ながらも、マリの勢いに押されてうなずいている。三浦さんに抱きつかれちゃって、私どうしたらいいかわからなくて。完全に筋書きを作っているようだ。嘘を嘘で固め、周囲に被害者であるマリを同情させる狙いなのだろう。すると、俺のスマホが社内連絡用のアプリで通知を鳴らした。上層部の八代常務が事情聴取をしたいという、やや緊迫した文面の呼び出しだった。八代常務は俺が所属する企業の中でも海外案件を取り仕切るキーマンだ。公正な人柄で知られているが、会社としてセクハラ疑惑が浮上すれば放置はできない。重い足取りで常務室へ入ると、すでにマリが席につき、まるで被害者とその証人のように振る舞っていた。マリは薄めに涙をためる。私本当に怖くて、嫌だって言ったのに。マリが繰り返す作り話に、俺は唖然としてしまう。明らかに矛盾だらけの作り話を次々と展開している。俺はしていません。俺は強く否定するが、マリが加勢するように泣きじゃくって声を上げる。その芝居がかった演技に、心底ヘドが出そうになるが、ここで感情的になっても不利なだけだ。何か客観的な証拠があればいいが、現状、言い分は真っ向から対立している。わかりました。三浦君、今日は一旦部署に戻っていてくれ。引き続き、詳しく聞かせてもらう必要がある。最後にそう告げられ、俺はしぶしぶ部屋を出ることになった。廊下へ出ると、まるで全身が鉛のように重い。ミオさんは、あれから休みを取っていて、依然として連絡がない。彼女はどういう立場にいるのかもわからない。もしかすると、マリの言うように本当に譲ったのか。そんなバカなとは思うが、頭の片隅には不安がこびりついていた。翌週の月曜日、いつもと変わらないはずのオフィスの朝は、どこか重々しい空気が漂っていた。俺の席の周囲は不自然なほど人がいない。まるで避けられているかのように、みんなが距離を置いているのを感じる。理由は明白だ。先週の金曜日、マリが三浦さんにセクハラ行為を受けたと社内で騒ぎ立てた件があっという間に広まってしまったのだ。まるでネット上の炎上のように、実際の事実関係より刺激的な噂だけが先に走り、俺は一夜にして加害者扱いをされてしまった。しかも会社としてはセクハラ疑惑がある以上、一時的に海外プロジェクトのリーダーから外すのではと検討しているらしく、上層部の判断待ちという状態になっている。会社の信用問題に関わるからと、社内規定にのっとった処分の話がちらほらと聞こえてくるのだ。俺は完全に窮地に立たされていた。真実を声高に訴えても、彼女が涙ながらに嘘をつき続ける限り、周囲はどうしても被害者の言葉を優先する。くそ。俺は自分のデスクで頭を抱えかけた。その時、社用スマホが着信を告げた。画面には八代常務の名前。三浦君、今から会議室に来てくれ。処分について上層部で検討する。低い声でそう告げられ、背筋がゾクリとする。まさか正式に解任が決まってしまうのか。そんな不安が頭をよぎる。重い足取りでエレベーターを降り、会議室の扉を開くと、そこには八代常務のほか、企業のコンプライアンス担当や人事部の責任者が数名待機していた。テーブルの反対側にはマリがちょこんと腰をかけていた。お疲れ様です。なるべく平静を装いながら挨拶すると、八代常務は書類をめくりつつ、落ち着いた口調で言った。会社としては、セクハラ疑惑がある以上、即刻プロジェクトを外すことも視野に入れざるを得ない。三浦君、君から反論や証拠があるのなら聞こう。今ここで整理しておきたい。周囲の視線が一斉に俺に注がれる。マリは隣で、上辺だけ悲しそうな顔を作り、目元にハンカチを当てながらうつむいている。俺は何もしてません。抱きついたり迫ったりなんて断じてありえない。むしろ、
先週の金曜はもともと北沢さん、ミオさんと会うはずだったんです。そこに突然マリさんが現れて、言いかけた瞬間、マリがおえつ混じりに、ひどいわ。まるで私が押しかけたみたいに言うなんて。と騒ぎ始めた。まるで悲劇の被害者を演じるかのように、その涙がポロリと落ちる。やはりこのままでは、俺の言葉に説得力がないと思われるかもしれない。もうダメかもしれない。心が折れかけた、その時だった。会議室の扉が勢いよく開いた。失礼します。息を切らしながら入ってきたのは、ミオさんだった。その表情はこれまで見たことがないほどこわばっている。しかし、瞳には強い意志が宿っていた。そのセクハラの話、全部マリさんの嘘です。いきなりの告発に会議室内がざわめく。マリは、はぁと舌打ちをした。常務が、北沢くん、どういうことだね。と静かに促すと、ミオさんは震える手で書類を取り出しながら続けた。実は、あの日のレストランの予約は私が取ったもので、マリさんにチケットを奪われました。そう言いながら彼女はスマホの画面も提示してみせる。そこにはマリとやり取りをしたメッセージの履歴が映し出されていた。日付と時刻、そして決定的なのは、せっかくだから私が行くわ。あんたには分不相応よ。クビになりたくなければ黙ってなさい。というマリの一方的なメッセージ。実際、私は怖くて何も言えなかったんです。母がいて、仕事は失えないし、でもこれ以上三浦さんを巻き込んじゃいけないと思って。ミオさんはそう言って、八代常務へスマホを差し出した。その手は小刻みに震え、涙も浮かんでいる。徹底的な捏造劇を暴露されたマリは顔面蒼白。八代常務はスマホのメッセージや日時の整合性などを丁寧に確認した。しばらくして常務はファイルをパタンと閉じると深いため息をついてから結論を下した。これは完全に捏造だ。遠藤君、君の言い分に一貫性はないし、北沢君の証拠や証言とも食い違っている。三浦君、セクハラ容疑は真っ赤な嘘だったということで潔白が証明された。そう言い切ると会議室に張り詰めていた緊張が一気に緩む。俺は肩から力が抜け、心底ほっとした。セクハラの捏造、会社としては見過ごせない事態だ。遠藤君には懲戒処分、場合によっては解雇も検討しなければならない。常務が淡々と通告し、マリさんは顔を真っ赤にして、なんでよ。どうしてあいつらを信じるの？私が被害者よ。とわめく。けれど、もう誰もそれをまともに取り合おうとはしない。結局、マリは懲戒解雇処分という重い結果になり、唇を噛みながら会議室を飛び出していった。社内にはすでに不正なセクハラ捏造として噂が回り始めており、彼女がこの先どう生きていくかはわからないが、少なくともここで罪を問われたことは間違いなかった。俺はセクハラ容疑から完全に解放され、かつ海外プロジェクトのリーダーとしての地位も維持できることが決まった。関係者による誤解も解け、周囲からの冷たい視線も徐々に和らいでいく。そんな状況を見届けた後、俺は廊下の片隅でミオさんと二人になった。本当に助かったよ。あのままじゃプロジェクトの責任者を降ろされてた。君が証言してくれたおかげだ。ありがとう。そう言って頭を下げると、ミオは申し訳なさそうに目を伏せ、声を詰まらせる。私、最初はマリさんに逆らうとクビにされるって言われて、何も言えなくて。でも、まさか、こんな大事になるなんて思わなくて、私のせいで、本当にごめんなさい。涙を浮かべながら震える彼女は、あの夜見たように儚げで、でも、不思議な強さを秘めている人だ。きっと、怖かったはずだ。それでも勇気を振り絞って、真実を話してくれた。その姿を見たら、責めるどころか感謝しかない。大丈夫。君は何も悪くないよ。むしろ俺を救うために会社での立場を犠牲にする覚悟をしてくれたんだろ。ありがとう。そう言いながらそっと彼女の肩に手を置きそうになって慌てて引っ込める。今はまだ仕事中だし変な誤解を招くとまずい。でも伝えたい気持ちはちゃんとある。彼女は唇を震わせつつ小さく微笑んだ。そして懐からあるものを出した。よく見ると退職届だ。今までお世話になりました。という彼女に俺はあっけに取られる。
まさか、こんな結末になるとは思わなかった。ちょっと待ってくれ。なんで辞めるなんて話になるんだ。私、三浦さんや会社に迷惑をかけてしまいました。マリさんを止められなかったし、最後まで嘘を放置してしまった。だから責任を取って。握りしめた退職届に、彼女の小さな手の震えが映っている。あの時は真実を語ってくれたおかげで、俺や会社としても被害を最小限に抑えられた。それなのに、彼女自身は自分を責め続けているようだ。ミオさん、辞めるなんて早まらないでくれ。君は決して悪くないし、会社にとっても必要な人材だよ。仕事ぶりだって、いつも見てたらわかる。実際同僚も、北沢さんは真面目だし助かるって言ってるじゃないか。でも私、食い下がる彼女に、俺は一呼吸置いて言葉を探した。なんと表現すれば、この気持ちを正確に伝えられるのか。迷いつつも、誠実に思いをぶつけるしかない。初めて人を信頼してよかったと思えた。俺を救うために自分が不利になるかもしれないのに告発してくれたろ。それがすごく嬉しかったんだ。だから、これからも一緒に仕事を続けないか。君を失いたくない。彼女は驚いたように目を見開き、しばらく言葉を失っていた。しかし、その瞳に徐々に涙がたまり、やがて小さくうなずく。いいんですか？私なんかで。派遣だし、仕事遅いし。君じゃないとダメなんだ。俺も新プロジェクトで忙しいけど、これからはもっと堂々と支え合っていきたいし、会社もその方が助かると思う。だから、辞めるのはやめてくれ。少し大きめの声が出てしまい、隣のデスクの同僚がどうしたと顔を覗かせるが、俺は慌てて、すみません、なんでもないです、と頭を下げる。ミオの方は顔を赤くしながら、ハンカチを握りしめて涙を拭っていた。ありがとうございます。本当に。じゃあ、退職するのはやめます。そう言って、ミオさんは笑顔を作った。こうして、ミオの退職は撤回され、俺の潔白も正式に認められ、セクハラ疑惑は完全に晴れることになった。ミオについては、正社員登用の話が会社側から持ち上がった。これまでの派遣業務の貢献度や姿勢、そして今回の勇気ある告発を評価してくれる人事部が常務を説得してくれたのだ。言うまでもなく、八代常務や上層部も彼女は我が社に必要な人材だ、と結論付けたのだろう。昼下がり、ちょっとした休憩時間に廊下でばったり会った時、ミオさんは少し顔をあからめながら俺に言った。三浦さん、私これからも頑張ります。派遣の時より大変かもしれないけど。お、しっかりな。俺も負けないから。それで。彼女がもじもじしながら続けた。今度こそ行きませんか？二人きりで。もちろん。自然と微笑み合う。あの合コンの日から始まったトラブルだが、まさかこんな形で決着するなんて思いもしなかった。だが、これが本当のスタートだ。彼女も俺も新たな一歩を踏み出したところに立っている。薄暗い闇から抜け出して、暖かい光の差す場所へ向かうように。不器用ながらも、人を信じる喜びと責任を知った俺は、これから先の道を彼女と一緒に歩んでいきたいと思う。